大崎春夫さん、当時16歳。爆心地から約 4.2km 離れた南関温町で被爆しました。私覚えてるのは壁発7時3分の電車だったと思います。父も弟もおりました。父は確か7時半頃の電車で出たんじゃないかと思います。学校へ寄らずまっすぐ行くから8時前ぐらいには着いとったですね。それからほどという火をつけて、それでしばらく待っとったわけです。ですがやっぱり時間があるから、それで友達と一緒に戦況の話をしてたんですけれど、沖縄に近づいたとかね、それからフィリピンでもやられたとか、もうあっちこっちで玉砕という言葉を使ってたんです。弾が砕けるという、つまり全滅を意味するんですよ。アッツ島でもアリューシャン列島のアッツ島でも玉砕したとか、南方の島でも玉砕したとか、硫黄島でも全部やられたとか、いろんなことも、そういった前線が日本にだんだん近づいてくるんですね。それで友達と話をして、もうこりゃやられるかなよね。で沖縄へ上陸してやられる時に、もう沖縄までやられたんだからもうダメと言って、そういう話をしてます。ですけどこれは大雑把に言えません。日本が負けるじゃことに言うたんで、もうすぐ引っ張られたんです。警察とか憲兵とか。だからめったなことは言えないんです。だから友達同士のひそひそ話程度ですね。そうか、選挙のことを話をしとる時に、いわゆるギラギラってきたんですね。私の感じた光は、閃光は、それこそものすごいピカッと一口で言えないです。それこそギラギラギラって、そのぐらいものすごいんです。その時にね、これなんだろうか思って、人はこれ高圧線でもそうとしたんじゃないか。本当に雷の色と同じです。青紫で。で北側の窓を見たら、もう全面どの窓も真っ赤になってるんです。いわゆる火球言いますか、火の玉ですね。で今度南側の窓から外を見たら、太陽の1万倍ぐらいの明るさで、外がもう真っ白くなって、光は早く来ます。音は遅い。光の何百分の1かですね。ですから距離から言うてね、ちょうど10秒ぐらいの後、大爆音と大爆風が来たわけです。それで折り重なってぐしゃーっと倒れてね、地面に叩きつけられて、それで気がついた時には工場いうものはみんなスレートでできてますよね。壁も天井も鉄骨の枠へスレートが貼ってあるだけです。そのスレートが割れて落ちたんだろう思うんですけど、隣にいた富樫君の頭当たったんでしょう。気が付いてみたらもう血が噴き出しとったんですよ。ずーっとね、これは大変なことじゃ思って、工場のすぐへりにある防空壕へ走り込んで、福山へおられた三谷さんいうのが工員でおられました。その方は「爆弾じゃがい」って言う。爆弾でもこれはもう普通の爆弾でないんですから。普通の爆弾がもう100万発ぐらい同時に落ちたぐらいの爆弾ですから。真っ赤になっとった火の玉。この原爆の資料館では直径が200メートルぐらいとか説明したんですけれ
私が感じたのは600メートルぐらいあったんじゃないか。怪我をした人いうのはそのトガスしかいなかったんですけれど、中に入っておって、中いうのが防空壕の中で、もう30分経っても1時間経っても工場はもう停電していてシーンとなっとって、で合田君いうのがいたんですけど、非常に歌が上手なんですから。で確か石井君言うんだったため緑井から通ってたマラソンの速いマラソン選手でしょっちゅう出てましたけど、その石井君が合田君に「一曲聴かせてくれんか」言いましてね、歌のタイトルはちょっと覚えてないですけど、もう大変上手でした。本当その時だけが心を癒される時でした。それからもう30分経ち1時間経ちして工場はもう停電でシーンとしとるし、もういつまでもここへいうわけにいかず、とにかく外へ出ようや出て広島市内の方を見たらものすごい煙と炎とで市内が全面火災でした。だから通れないから鯉の方へ逃げた。鯉の方はまだ燃えてなかったです。一番印象に残っているのは大田川のあれは今放水路になったんですかね。どっか辺の土手で、土手の斜めののり面のところでご主人と奥さん来られて、そこへたばってしまって、奥さんの背中にはね大きなえぐったような穴があるんです。それを介護しておられたようです。しんどいとかねなんか聞こえたようですけども、仕方ないですよ。もう私ももう避難するのがいっぱいですから、介護してあげればいいけどそれもできない。本当にもう残酷でした。当時はもう何もかもみんな残酷しかないんですよ。雨はね鯉の山へ入ってからです。全身濡れネズミになりますと、いわゆるもう豪雨です。なんとなく濡れたところが汚れたような気がします。で鯉の方の山の奥へ入ってずっと北に回って降りたところが横川駅です。壁線の横川駅。横川駅がもう全焼してありません。ですからそこから三笹の町をまっすぐに、もう両側がまだ燃えとる、なんかくすぶったり燃えたりね、そこもとってんてんてん走って、多分新庄ですか、三滝の駅のもう一つ先のあそこの辺でなんか火災が途切れとったようです。原子爆弾というのは、原子爆弾の目的は相手を殺すことしかないんですよ。しかも原子爆弾は破壊、巨大破壊しかありません。どこの国にもいいことをもたらすことは全くないんです。破壊が目的で作られたものです。そういうふうなものを今作ってはいけない、持ってもいけない、使えばさらにいけない、いけない尽くしのものをなぜ作っていってるんですか。さらに今では性能をさらに上げるためにさらに研究しておる。どういう人間ですかそれ。人間を焼き殺す、黒焦げにする、そういうことを研究しておるんですか。どうにしたらもっともっと多量に焼き殺されるか、そういうことを研究しておると言わざるを得んです。
これはもう全世界の人に言いたい。被爆者の気持ちはもう全員そうだと思います。実際に被爆した人でないとこの気持ちはわからないと思います。なぜ持っとるんですか。人を焼き殺すために持ってるんですか。こういうものはもう開発したらいけないです。これ原子爆弾いうのは本当にもう地獄の兵器です。デビルの兵器、悪魔の兵器ですね。悪魔より他にないです。だからこれだけはもう絶対に開発も作っても持っても使ってもいけないですから、絶対に廃絶をしてもらわないといけない。これが続くとやがてどうなります。第三次世界大戦が起きたとします。それも可能性が随分あります。今は世界中どこでも一触即発の国がたくさんあります。IS にしてもそう、ボココラムにしてもそう、アルカイダにしてもそう。そういうものを考えたらね、現在全世界騒乱期です。殺人は起きるわ、戦争は起きるわ、そこら中で対立は起きるわ。対立こそこれは人間の敵なんですよね。お互いにその主張し合う。だから対立が起きるんです。お互いのことを正しく感じれば、そこで対立というものはなくなるんです。対立がなくなれば、本当の平和いうものが来るんではないかと